今緊急で動画撮ってるんですけどっていう皆さんこんにちは。なおドーナツの時間始まりました。 YouTuber ごっこから始めてみました。今日なんですけど、いつもアフレコで失礼してるんですけど、なんとなく気持ち的にちょっと生放送風に撮ってみたいなと思って、今直にダイレクトに録音してみました。で今日ね全然緊急じゃないです。計画的に動画を撮ってるんですけど今日バターロール作ろうと思ってちゃんと動画を撮ってるんですけど、塩バターロールをね今日は作ろうと思うんです。なんですけどバターロール難しすぎ問題っていうのがあって、なんか基本のパンみたいな感じでいつも載ってますけど、結構皆さんの中で言われてるのが、この成形が全然初心者向きじゃないっていうのはもう言われてるんですよね。っていうのもここなんですけど、これはねすごい細長くしてくるくるっと巻くパターンですね。よく見るのがなんていうの、こう雫型みたいにして、それを伸ばしてこう大きな二等辺三角形みたいにしてくるくるくるって巻いてこれにするっていうのを見るんですけど、まあそれが難しいということで、私ピーンときましたピーンと以前ですね、私クロワッサン簡単に作れるよっていう海外の動画で見たやつを紹介させてもらったんですけど、それの原理でね、こんな大きな円にして切ってくるくる巻いていくっていう作戦でねできるんじゃないかなということで、今日は塩バターロールにチャレンジしていこうと思います次の日の私です。どうもこんにちは。昨日の謎のテンション、自分でもほんまにわからなくて、今日はねスンってしちゃってるんですよ。昨日の緊急で動画撮ってるんですけどとか、生放送風になんちゃらかんちゃらってYouTuber 気取りの謎のテンションじゃなくて、今日はスンってしちゃってるんでもうさ、不安定もうおばさんになるとね不安定になっちゃうんですよね今日はだからスンとした感じでちょっと実況していきたいと思います。もう言うてるうちにね記事ができました今日は形というか成形の仕方っていうのはもちろんちょっとこうチャレンジしたいところはあるんですが、まずね美味しく作りたいっていうのもあるので、ちょっとね美味しそうなレシピを参考にやってみたらすごいゆるゆるの生地が今出来上がりました。でゆるゆるになってしまった時はもう仕方がないので、とりあえず一回冷蔵するっていう合ってるんか間違ってるんか分からんけど、もうとりあえず一回ちょっと固く固めるっていう感じで20分ほど冷蔵したんですが、やっぱりねなんかおかしいなと思って、もう一回レシピを見たら、今日粉を 220g 入れないとダメなのに、私ね YouTuber ごっこに気を取られて 200g しか入れてなかったんですよねやっちゃったと思ったんですけど、どうでしょうか皆さん、これなんか大丈夫そうですよね。ということでちょっとね40センチの円に伸ばしていきます。いい感じじゃないでしょうか。じゃあここから8等分、今日は8個作りたいので8等分、もうね絶対ピザカッターがいるんですけどもうさ包丁でいきました。こんな感じですね。で今日は塩バターロール作りたいので、バター有塩バターにしました。入れました。こんな感じですね。でこっからですよ、巻いていきます。でこのままなんていうの、この今折り曲げてるんですけど、折り曲げないままくるくる巻くとやっぱりちょっと幅広な感じになるかなと思いましたんで、一回ちょっと折りました。でねちょっとね生地が柔らかいんですけど、
ちょっとこう、先生方の言うように張らせるように、かつ丁寧にコロコロと巻いていくと、そうとね。よくない？すごないできてるくないちょっとね、このなんていうの、引っ張り気味にやっぱり巻いた方がいいんかな、なんかそんな気がしましたね。いやでもいいですよね、このやり方。どう？はいということで、こんな感じになりました。では常温で30分置きつつオーブンを予熱しときます。はい、じゃあこれはね、くっつくやつやな明らかに容量オーバーのやつやな。ここそうですね、くっつきますね。まあお家で食べるんですからいいですよ。では牛乳を塗って、ヒマラヤ岩塩乗せてロゴスヒマラヤ岩塩乗せて焼いていきます。高温で短時間で焼いた方がいいということでしたので、210度で焼いてみました。さて今日はどうなりましたでしょうかと。なんかめちゃくちゃいい匂いするんだけど、ほら見て、なんかさ、できてるくない？すごくない？はい、こんな感じです。形はもう私的には満足。ちょっとね、こだわり強い人にはダメかもしれへんけど、私的にはこのちょっとプリッとした感じのやつもできました。裏のね、このカリカリの感じ、ちょっと割ってみます。いや今日すごない？めっちゃいただきます。これはね、すごいものを生み出してしまいましたね。これほんまに美味しい。この裏のパリパリと塩気ですねと中のバターが最高に美味しいし、ちょっとね皮パリパリした感じなんですよね。っていうか今日私材料間違えてましたよね分量を間違ってたけど、なんかめっちゃ逆に美味しいねんけど、すっごいふわふわのバターロールできました。なんか芸術的な綺麗なバターロールっていう見た目にはできないんですけど、本当に私みたいな初心者の人、生地を目の前にしたらテンパっちゃう人たちは一回これで作ってみることをおすすめいたします。世の中の先生方は結構なんかそのバターロールこれしちゃダメあれしちゃダメみたいな、そんな強く巻いちゃダメとか柔らかく巻きすぎちゃダメとかすごいあると思うんですよ。だけどお家で食べる分なんでこっそり作ってみてはいかがでしょうかということで本日の動画はここまでとなります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。